こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、匿名さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも先生の動画から新たな学びや気づきを得ております。私はイラストを描く上で、慢心を恐れるあまり自信を持てないという悩みがあります。現在、専門学校でキャラクターイラストを学んでおり、先生方の指導や実力がある友達たちのおかげで、入学前よりも成長できていると思います。実際、昔の絵と今の絵を並べて、そう思うのは事実です。質問のテーマに反して自慢のようになってしまうのですが、いいですね。ありがたいことに30人ほどのクラスの中で完成した作品を上位6位以上ほどに安定して数えてもらうことができています。しかし、ここで満足して安心してしまったら成長が止まってしまうと思うと、素直に受け止めたり喜んだりするのがとても怖くなってしまうんです。クラスメートには自分よりも筆が速い友人、圧倒的にフォロワー数の多い友達、コンペで賞を取っている友人もいますし、他にも人体のデッサンが正しい比率で見栄えよく整っている人や線画、色塗りなど先生からも高い評価を受けている人、入学時からものすごい速度で成長し続けている人もいます。こういった強みの要素をいくつも複合して持っている人も大勢います。そんな中で一つの結果を切り取って自分に高い評価を出すというのが毎度とても不安になります。自分にいくつか強みの要素があるとしても、その中にクラスの中に一番になれるものがあるとは思えません。もちろん絵を描く人はクラスの中に無数にいるわけですから、その中での自分を考えた時に自分を認めるのが怖くて避けてしまいます。実際に自信が過信になって成長を止めてしまっている人や、他の人へ横暴な態度を取るようになってしまった人を見ると、さらに怖くなってしまいます。特にせっかく専門学校で指導してもらえる時期ですから、自分の成長や発見に天井を設けるような思考をどうしても振り払いたくなってしまいます。ですが、これもまた極端な状態になっていると思います。どうしたら手放しに自信を持てるでしょうか？健全な自己肯定感を保ちながら成長し続けることはできるのでしょうか？ご意見をいただければ幸いです。長文失礼しました。なるほど。匿名さん、ご質問ありがとうございます。健全な自己肯定感でね、僕も持っていたか持っていないか、今も持てているのかわからないので、匿名さんのね、意に沿うような答えを返せるのかはわからないんですが、頑張って答えてみますね。画力の成長に自信は関係ない。ですね、ちょっと最初から身も蓋もないような話をするんですが、ちょっとですね、僕この質問自体あんまりピンときづらい部分がありました。というのは、匿名さんにとっての自信って質問文を見る限りですね、画力という部分にすごく偏って見えたからです。これ結構ですね、絵描きをはじめクリエイターの人に多い考え方なんですが、絵が上手い人はすごい、絵が下手な人はダメ、歌が上手い人は偉い、歌が下手な人は偉くないみたいに、一つの要素だけを切り取ってもうそれだけが全てみたいな人って実はクリエイターにはね、すごく多いんですよ。いや、匿名さんがそうだとまでは言ってませんし、もしかしたらね、今がそういう段階だけなのかもしれません。ですが、自信を得るための要素をですね、絵を描く力だけ、もしくは絵の成長の速さだけに絞るのは、ちょっとね、危うい考え方かなとも思いました。これはね、後で詳しくお話しするんですが、別に絵の成長以外にも自信をつける方法はあるので、それはそれとしてね、意識してみるといいと思います。で、そう前置きした上でですね、質問を見る限り匿名さんは、絵の成長をストップさせてしまうことに一番の恐怖を感じているみたいなので、まずはそのことについてお伝えしますね。おそらく絵の成長を突き詰めて考えるとですね、画力の成長と自信過剰になって慢心することとは直接因果関係はないと思います。はい。じゃあ何が関係するのかっていうと、僕なりの答えはですね、新しい発見を取り入れることをするかしないかです。はい。ただこれだけですね。大きなね、傾向としてみれば、自信がない人は自信がない分、俺には何か足りないものがいっぱいある。だからもっと新しい発見を取り入れなきゃいけないって情報のインプットを一生懸命やるので、その分成長しやすい傾向がありますし、逆に自信過剰な人はね、俺はもう全部持ってる。新しい要素なんていらないぜって言って情報のインプットをサボりがちなので、成長はそこで止まってしまいがちです。ですがね、直接的な原因は情報のインプットをするかしないかであって、自信の有無ではないので、逆のこともね、起こり得るんですね。私って下手くそなんだ。メソメソ。だから何を見ても何を読んでも無駄だってインプットをしなければ、自信がなくて下手くそな状態は続きますし、逆にね、俺は天才だぜ。新しい技術も、ほら、俺にかかればこんなもんよってね、自信過剰な上でインプットもガンガンやる人もいます。そういう人はね、悔しいですけど、
成長し続けますよね。自信過剰なまま。なので、匿名さんに必要なのは、自信がないままその状態をキープすることでもなければ、自信過剰に振る舞うことでもありません。全くそれとは関係なく、ただただ新しいインプットを増やして、それを自分の絵に反映させること。ただそれだけです。匿名さんの場合はね、特にそれを意識してみてくださいね。でですね、今の話は自信とはあんまり関係なく解決してしまったんですが、そうは言っても質問文を見る限り、匿名さんは画力だけじゃなくて自信もね、健全に持ちたいって強く願っているように見えます。なので、ここからはちょっとね、話を広げて、自信を得るためにどうすればいいのか、自信を保つためにはどうすればいいのか、ここについてね、お答えしてみようと思います。俺はいつでもここをやめられる。自信を保つ方法、自信を失わない方法。いろいろ言い方はあると思うんですが、これものすごく簡潔にお答えするとですね、俺はいつでもここをやめられると思える状態にしておくこと。これがね、僕は自信を保っておくためにとても重要なことだと思います。いろんな人にね、当てはめられるように、ちょっと抽象的な言い方をしてしまいました。もうちょっと言い方を変えれば、俺はいつでもこの学校を辞められる。俺はいつでもこの会社を辞められる。俺はいつでもこの友達グループから抜けられる。みたいなことです。実際にね、辞めるか辞めないか、そしてそれを口に出して言うか言わないかは別です。言ったらね、ちょっと嫌な感じになりますね。でも少なくとも、こういう心持ちでいられると、僕は自分に自信がある状態を保つことができると思いますね。そんな嫌な感じのこと思ってんのってね、ちょっとこの言葉を聞いて、若干引いてしまっている人いるかもしれません。ですが、いえいえ、違います。誤解しないでくださいね。これはですね、逆の立場になってしまった時のことを想像すると分かりやすいです。もう絶対にこのグループから抜けられない。この会社から抜けられない。この学校辞められない。ここから追い出されちゃったら、俺はもうどうしようもない。って、あなた自身が思ってしまったらどうでしょう？はい。想像できますか？どうなりますかね？きっとどんな手を使ってでも、どんな嫌な目にあってでも、そのグループにね、しがみついて、とどまり続けようとしてしまうはずだと思います。俺もうここ追い出されてしまったらやっていく自信ないんです。捨てないでください。そうなんだ。じゃあさ、これやっといてよ。どうさ、誰もやりたがらないめんどくさい仕事を、たとえあなただけに押し付けられても、嫌だけど、これ断ったら俺追い出されてしまうかもしれない。仕方ない。やるか。ってね、しぶしぶそれを引き受けてしまうかもしれませんよね。余談ですがね、実際人を意のままに操ろうとしてくる人って、こういう手法を実際に使ってきます。例えば、カルトな宗教団体が誰かを洗脳しようとするとき、その人がね、所属しているコミュニティから、どんどんとその人を切り離していって、あなたのことを本当に理解してくれるのは、この教団の人しかいないんですよ。あなたはここを辞めて、外の世界に行ってしまったら、無価値な人間なんですよ。って、すり込んできます。そうするとその人はね、どんどん自信を失っていって、私はクズなんだ。ここを辞めてしまったら、もうどこに行ってもやっていけないんだ。ってね、卑屈になっていって、で、その人たちの言いなりになってしまうんですね。今のはね、極端な例ですが、人間ってですね、一つのコミュニティに縛られすぎてしまうと、そんな風に自信を保ち続けられなくなってしまう生き物だと思うんですよ。なので、健全な自信を保ち続けるためには、その逆をやればいいわけです。俺はいつでもこんなところはやめて他に行けるんだよ。嫌なことがあったら、ここはすぐに出ていくよっていうのを、言葉にしないまでもね、実際にその下準備もやっておくこと。これが重要なんですね。で、それができるとですね、これもしかしたら不思議かもしれませんが、俺はいつでもここ出ていけるよって思っているそのコミュニティ内でのあなたの評価が信じられないぐらいに上がっていきます。自分の所属するコミュニティ外でも活動しよう。例えばですね、僕がとあるゲーム会社で仕事をしていた時のことを話すとですね、自信がありそうな人、なさそうな人、結構ね、パッと見て分かりやすかったんですね。でも最初不思議だったのは、年齢が上だからって自信があるわけでもないんですよ。逆に若いからって一概に自信がなさそうなわけでもない。これ何なのかなって観察しているとですね、自信がみなぎっている人にはある特徴がありました。それはいろんな部署にまたがって仕事をしている人です。ある時はプランニングの会議にも出ているし、その内容をプログラマーにもしようとして伝えたりする。で、ある時にはそれをデザイナーに発注したりと、いろんな部署にね、出入りしているような人は、内心はいろいろあるかもしれませんが、傍から見ているとね、自信がありそうに見えました。でも一方でね、僕はデザイナーチームにいたので、デザイナーのことね、話すことが多かったんですが、その部署以外の人と関わり合いがない人、特に他の会社にね、一度も所属したことがない人は特にですね、私、ここの会社クビになってしまったらもう生きていく自信ないんですってね、結構自己評価低め
で卑屈になってしまっている人多かったんですね。いや、実際にね、実力はすごくあるんですよ。なんですけれども、でもね、なんか精神的に卑屈になってしまっているんですね。おそらくね、いろんな部署と関わり合いがある人は、実感として、俺こっちでも結構必要とされているし、こっちでも必要とされてるな。じゃあ、たとえこっちでうまくいかなかったとしても、こっちではうまくやっていけるかな。そんな風に自分が必要とされるシチュエーションを何個か想定できているのに対して、他のチームと全く関わり合いがない人にとってはですね、自分の所属しているチームがもう全てですから、ここから追い出されてしまったらもうやっていけないっていうね、さっき紹介したカルト教団を例えに出したら、大げさですけど、それに近いような精神状態になっちゃっている場合もあったんですね。はい。ここで大事なのは、自分が所属しているコミュニティ以外でも積極的に活動すること。そうすることで自然と自信もつきますし、なんならそのコミュニティの中の評価も上がってしまうってことです。僕もですね、その頃、そこまで自覚的にこういうことを計算して立ち回っていたわけじゃないんですが、結果的にね、うまくいってしまったことがありました。僕がいたチームはですね、雇用形態としては業務委託という雇用形態が多かったんですよ。この業務委託っていうのは、要するにね、フリーランスと同じです。簡単に言えばですね、正社員とは違って契約期間が切れたら会社が好きにね、雇用を切れるっていうそういう契約です。これですね、一見弱い立場にも見えますが、それだけにメリットもあって、契約内容にもよりますが、基本的にはその会社の仕事に限らずに、別の会社からの仕事も受け負えるわけです。だってね、フリーランスと同じですからね。でもですね、なぜか、そこに所属している多くのデザイナーは、そういう他からの仕事をあえてね、断ったりしていました。単純にね、ほとんどの時間を今所属している会社の業務に当てているので、単純にね、時間が足りなくて断っているっていう理由もあったと思いますが、でもね、一方では、他からの仕事を受けて、この会社から目をつけられてしまったら、契約を解消されてしまうかもっていう恐怖感みたいなものがあるように、僕から見たらね、そう感じていました。で、僕はというとですね、他からの仕事、もうガンガン受けてました。最初はですね、僕も駆け出しのイラストレーターでしたから、特段問題になることはなかったんですが、ある日ですね、僕が他から受けた仕事が結構バズってですね、話題になってしまった時があったんですよ。そしたらね、その次の日、僕ね、会社の偉い人に会議室に呼ばれたんですね。そしてね、こんな感じのことを言われました。斉藤さん、この仕事って斉藤さんの仕事ですよね。困るんですよね。他の会社でこういうことされちゃうと。で、僕はですね、そこで反論しました。いや、僕、業務委託ですから。正社員じゃなくてもう業務委託なんで、契約上何の問題もないですよね。御社からご依頼いただいている仕事はもう全力でお答えしますが、それと同様に他社からご依頼いただいた仕事も全力でお答えします。僕は何も契約に違反してないですよ。僕が必要ないって御社が判断するのであれば、僕は業務委託なんで、いつでも契約を切ってくださって大丈夫ですよ。と。はい。反論というかね、僕は結構当然なことを言っただけです。でもそしたらですね、なぜかその一件の後、僕の評価はなんかめっちゃ上がってですね、なんとなく一目置かれるようになって、でも最終的に待遇もちょっと改善しましたね。でもこれって考えてみれば当然のことです。例えば皆さんも会社とは言わず、学校とかでもね、それまでそんなに意識にも留めていなかった友達が、自分が知らない友達グループと仲良くしているのを目撃して、この人って結構顔広いんだなって見直すことあると思うんです。他でもね、日本ではあんまり売れていなかったのに、海外で話題になったっていうんで、急に日本でも注目し始められる、いわゆる逆輸入状態のアーティストとかまさにこれですよね。ということでね、これが健全な自己肯定感につながるかどうかはわかりませんが、これはね、僕にとっては結果論でしたが、僕が自信を得ることができたのは、自分が所属しているコミュニティ外でも積極的に活動するという行動でした。20代ってね、僕もそうでしたが、いろいろな要素、いろいろな悩みがね、ごちゃごちゃに絡み合って、よくわからない暗闇の中を手探り状態でもう前に進んでいかなきゃいけないっていう、そういう混沌とした世界観だと思いますが、それが面白いっちゃ面白いので、はい、匿名さんもこれからも悩みつつね、楽しんで人生を進んでいってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？このチャンネルではね、具体的な絵の技術もお伝えしていますが、今日みたいにね、クリエイターのお悩みにもお答えしています。例えばこちらの動画、これからのクリエイターの未来について話します。では、激変するイラストレーター業界は、これからの未来、どういう風に変わっていくのか、どういう能力が必要になっていくのかについて、僕なりの予想を解説してみました。結構ね、コメント欄でも自分の意見を書いてくださっている人が多くて、盛り上がっているので、ぜひね、動画を見て、自分はこう思うっていう意見がありましたら、コメント欄に書き込んでいただけると、皆さん、いろんな意見を参考にできて楽しいと思います。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。